リクション。組み立てて墨入れだけしてある状態の HG ドアンザク、がっつり汚していくよ。一部シールで色を補うところがあったので、そこは落下塗料で筆塗り、細い筆を使って色を入れていきます。裏もちゃんとね。お次はエアブラシで艶消し。艶消しをすることで塗料がのりやすくなって、この後汚し闘争がやりやすくなる。部分塗装と艶消し終わった状態です。やる前と比べてどうかな。細かいことだけど結構印象変わるよね。下準備完了。じゃあいよいよこれから汚していくよ。全部ばらしてと。このリアルタッチマーカーで全体のトーンを落とすよ。スポンジとそれぞれ太さの違う綿棒も良い。こうやって大胆に全体に隙間がないように塗っていきます。私はこのトーンを落とすフィルタリング作業をエナメル塗料でやることもあるんですが、今日はもう少し手軽にできるこちらのリアルタッチマーカーを使います。エナメル塗料を使ってるとたまにパーツが割れちゃったりするんですけど、こちらのペンではその心配がないので安心できる。パーツによってペンの色を変える。緑の部分は茶色、それ以外は黒いペンで塗りました。まんべんなくペンで塗り終わったら、今度はスポンジを使ってペンを落とします。明るい緑だったザクの体の色がワントーン落ち着いたのがわかるでしょう。ザクを何年も使うことによって現れる経年劣化の表現ですね。ところで、ガンプラ作ってる時間ってなんでこんなに時間経つの早いんだろう。1時間、2時間、気づけば5時間とか経ってるよね。さて、右がやった後、どうでしょう。だいぶいい感じに色が落ち着いたと思います。全身終わったので、一旦組み立ててバランスを見ようと思います。わお、めっちゃいい感じ。さっきまで綺麗だったザックが歴然な戦士みたいになってきたね。でもドアンザックはもっともっと汚さないと気が済まない。どんどん汚しを進めてまいりましょう。汚すの結構久しぶりなので少し心配してたんですが、思った以上うまくできた。ちょうど以前作った普通のザックが家にあったので比べてみましょう。どうですか？やっぱりドアンザックの方が細くて鼻が長い。ドアンザックはドアンが頑張って部品を拾って直したりしてるので、左右が完璧に同じパーツではない。ドアンザックのデザインは安彦さんのコンテをベースに加藤はじめさんと話し合って確定させたようです。鼻が長いことについては制作ステップの中でも賛成派と反対派が結構割れてたみたいなんですけど、結論加藤さんの方の賛成派の意見が反映されたようです。これはこれで味があるので私は結構好きです。次はこれらの塗料を使ってダメージの表現。
敵の攻撃を受けたり、どこかにぶつかったりしてザクのパーツが破損しているような、そんな表現ができたらなと思います。これはスポンジチッピングという技術ですね。ちょっと動画だと分かりにくいかな。細かい粒子のようなつぶつぶがパーツについてるの分かるでしょうか？見えるかな？つけすぎても気にしない。後から取ればいい。一度組み立ててと。どう？だいぶダメージ受けた感じが表現できてきたんじゃない？絶好調だね。これから金属のハゲを表現します。で、クロムシーバーというエナメルの塗料を使って金属のハゲを描きます。こってから一番私が持ってる筆の中で細い筆。さっきまでの作業とは一転、細かい作業が続きます。こういうとこはぶつけやすいとか攻撃受けやすいといったところを中心に、エッジの部分にちょんちょんという表現を手で、よく使う指もきっと擦れやすいので中の金属が見えるはず。他のパーツと干渉しやすそうなこういったところもきっと剥げるよね。私の汚しを見てて、こうしたらもっと良くなるよとか、何かアドバイスやご意見がありましたらコメントに書いていただけるとめっちゃ嬉しいです。塗料がつきすぎちゃったところはね、エナメル溶剤をつけて綿棒でこすればこのようにきれいに消えるので、私実はガンプラブランクがあって、こういう汚し闘争するの3年ぶりぐらいだから不安だったけど、やってみると体がある程度覚えてますね。めっちゃ楽しめてます。次はじゃん、このウェザリングマスターという商品を使ってドライブラシをかけます。ドライブラシをかけると塗装が剥げて中の金属が見えてるような、そういうプラスチック感が消えて金属のように見えるので、ブラシついてるのでこっちを使ってかけてみます。エッジのとこね、こういう風にかけていきます。筆が金属のハゲなら、このドライブラシは金属のスレって感じかな。ドライブラシって同じ方向でやらなきゃいけないですよね。今やっちゃった。まあいいや。じゃん。これで鉄の表現と塗装が剥がれた表現は終わりました。これからは錆表現をやっていきます。このぐらい壊れて劣化したら錆びてるはずなので、錆を描いていきます。黄錆と黒を混じって錆表現をして、その後雨が降って錆が垂れた雨だれの表現をこのクリアオレンジを使って描いていきます。まずは錆表現から。こういうめくれた縁部分とか錆びそうだよね。汚しの塗装って
本当に自由度が高くて個性が出る面白い分野だなって思います。私は街の中にある実際の錆びたものとか、ビルが壊れた後とか、あと車の錆とか、最近私が見たのは家の近くの報道橋の雨だれ、ああいうのを見てこういう汚し闘争に活かしてますね。結構いい感じになってきました。クリアオレンジを使って雨だれをいよいよ最後の工程。さっき描いたサビから垂れる。雨で下方向に垂れていく。サビの雨だれを描いてます。これもめっちゃ楽しい作業の一つ。先っぽをちょっと溶かしてあげる。アニメの方の作画がちょっと乱れていて気になってたんですが、最近記事を読んだら安彦さんが病気で入院されたことによってそうなるしかなかったということを記事で読んでびっくりしました。自分が現場を離れたことでガンダムにかわいそうなことをしたと誤解されてました。